芸能界特技王決定戦てっぺん2024年夏出演させていただきました。今回ファーストステージがミスタッチバトルで、セカンドステージがフリー曲でバトルということですね。出演者が10人なので1対1のバトル対決で合計5試合ですね。課題曲を演奏してミスが少ない方が勝利、ミス5回で強制終了となります。勝者の場合は5点、強制終了の場合は0点。ただし勝者も1ミスごとマイナス1点なので、例えば2ミスで勝利したら5点引く2点の3点獲得ですね。セカンドステージがフリー曲で勝負ですね。てっぺんで一番有名な対決ですね。で、選んだ勝負曲をアレンジして演奏。審査員5名が100点満点中なので500万点で採点。今回僕は山口百恵さんのコスモスで対戦したいと思います。さらに今回はてっぺんへの挑戦に全力を注ぐためにプロのピアニストにアドバイスを聞きました。ガチの一発勝負っていう難しさ、絶対に取り直しできないんで、そこはガチなんで。1回戦で対戦して絶対打倒読みみたいな感じで来てくれたので、リスペクト込めてね、返り討ちにしようみたいな感じで正面からちょっと今回やらせていただいたんですけど、4回そうですね、4回出してしまいました。1回戦4回でも5回以内でクリアなんで、しっかりこのめちゃくちゃ難しいミスタッチ演奏クリアされてるのが、初出場でされてるのがめっちゃすごかったですね。次の手もう全力で殴りに来てるんです。対戦ありがとうございました。対戦ありがとうございました。
にちは。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様です。スタッチが僕4回で、まだひなさんが1回しか。そうなんですよ。あれさ、なんか私本当にあの流れ今日なかったじゃないですか。そうですよね。そうだから本当に何が起こったか分かんなくて、ってなったんですけど、本当に多分もうなんだろう、緊張もやばいじゃん。緊張もやばいし、本番前とかに話すので一気にその緊張もフルテにしたから。わかる、めっちゃわかる。そうだからひなさんがしかも隣でよかったと思ってひなさんが僕の左隣で、そう NHK の沼にハマって聞いてみた声させたことがあって、友達になりましたもんね。お互いに頑張ってきたので本当に疲れ様マジでお疲れ様でした。福田さんの一番の持ち味がパワーだから、細かい技術とかはまだ課題があると思うんで、その力んじゃったりするとブレにつながっちゃったりとかね、だからそこは悔しさにつながったと、正確性であったりとか、そこら辺の精度が上がったりしたらまた点数も違ったかもしれないし、ここら辺はまあ今後の課題かな。そのコピーもやりつつ、普段からちょっと基礎練習もやるみたいな、ここら辺での安定感が違ってくるんで、根性とかそういうの結構すごく伝わってきて、すごい努力してるなと思って、そこも嬉しかったんですよ。16なのね、もう伸びしろしかない。でもパワーは本当に武器なんで、これをばかりは本当に言うけど、それはね本当に長所でもあるから、だからそれを長所を生かすための繊細なタッチと、パワーもありつつ正確性もあるバランスが取れてる人は上の方に行きやすいのかなというのがあるので、やっぱ強く弾こうとするとどうしてもね、隣の音をかすったりとかしやすい中、あれを攻めたのはだってそれはつんくさんに褒められてなかったんです。太い音がしたっていうのは、それはねすごく勇気いることなんですよ。寺さんならではの音だったんで、それを大事にしつつそれを生かすための練習であったりとか、そういうところを研究したらよりいいんじゃないかなと思います。第1回戦のミスタッチバトルがミス4回でギリギリ強制終了ならずでしたけれども、でもその高校のヨミさんがミス2回だったので、その時点で僕は得点0でしたね。やっぱヨミさんに負けちゃったからなんか悔しいなとは思いますね。点数が478点ですね、合計で。その時点でそうちゃんの下回ったので敗退となりました。いや本当に悔しいし、なんか490点台にいけなかったのがやっぱり実力としてやっぱあったと思うし、ほんと悔しいしかないね。絶対ね、てっぺん取りに行きます。てっぺんさん、挑戦状お待ちしてます。